皆様ごきげんよう。マダムフォルトナハイバイブレーションリーディングへようこそ。マダムフォルトナです。今日はマダムフォルトナのシグネチャーリーディングの一つであるインフィニティリーディングを行いたいと思います。このインフィニティリーディングとは、過去世から現世へと引き継ぐ質やギフト、今世でクリアしたいと思っている課題などを見ていくものです。なぜ過去世をフューチャリングしているのかと言いますと、例えばこんなことありませんか？特に習ったわけではないんだけれども、例えばね、絵を描くこととか字を書くことがとてもお上手で人に褒められる方、あるいは楽器やスポーツなど本来ならば習得するのにそれなりの時間と努力が必要ですけれども、そういったことがとても簡単にできてしまう方、あるいは初めて行く場所なんだけれどもとっても懐かしく感じたり、人に対しても同じことは起こりますよ。初めて会うのにまるで窮地の中といった感じで、初めて会ったような気がしないって感じる方いらっしゃいますよね。そしてすぐに意気投合する場合もあるでしょう。私はこういった感覚を魂の記憶、すなわち過去世でのご縁というふうに捉えています。過去世でご縁があった人や場所に懐かしさを感じるのは魂の記憶そのものなんですね。特に過去世で良い人生としてエンディングを迎えた場所についてはとても懐かしく感じますし、たとえそれが海外であって言葉が通じない場所であったとしても、その土地の方からとても親切にしてもらえますし、嫌な思いをすることが一切ないので、また行きたいなって感じるもんなんですよ。また過去世で得意としていたことや仕事などはいわゆるソウルギフトと呼ばれ、今世でもそのまま魂の記憶として受け継がれるんですね。だから誰に教わることなく、そして意識せずとも簡単にできる得意なことというふうになります。ただこのソウルギフトに関しては、ご本人にとってはあまりにも当たり前にできることなので、ご本人がそれを得意だとか上手にできているといった自覚がないケースが多いように思います。ですのでこのリーディングを通じてご自分の強みに気づかれる方がとても多くいらっしゃるんですよ。特に金運を上げたい方はこのソウルギフトがご自分の金脈となりますので、そちらに注目なさってみてくださいね。そしてもう一方で、私たちは数えきれないほどの転生を繰り返してまたこうしてここに生まれてきているわけなんですけれども、その一つに過去世でクリアできなかった問題をなんとか今世で消化させたいと望んで転生してきています。それらは大抵ご自分の人生において繰り返し起こるものとしてパターン化されているんですね。毎回なぜだか同じような不運に出会うと感じられる方は、今世でその問題をクリアしたいと魂が願っているからこそ、何度も繰り返しご自分の世界に問題として現れます。このインフィニティリーディングでは、そういったあなたが困っている問題を明らかにして進むべき道を大きく照らしてくれると思いますよ。過去世から続く因縁や問題を消化することで、あなたの心に長年重くのしかかっていた得体の知れないモヤモヤや苛立ちがスッと抜けていくと思います。それと同時にあなたの目の前に繰り広げられる現実が一瞬にして変化することがこのリーディングの特徴でもあるんですよ。もちろん問題を解決するのはあなたご自身なんですけれども、まずその第一歩は問題の根幹を知ること、認識することから始まります。マダム・フォルトナのインフィニティリーディングがあなたの人生をネクストステージへと向かわせる、そのきっかけになりましたら幸いです。はい、では選択肢をお選びください。左から A、B、C です。はい、では選択肢 A の方、シャッフルしていきたいと思います。
はい、では A の方のリーディングを始めていきたいと思います。こちらはね、過去世と現世をつなぐキーカードとして出しています。で、こちらね、目撃者ということなんですけれども、何かね、いつも大きな時代の移り変わり転換期に転生されているような感じがいたします。例えば今の現代でしたら何でしょう、4、50年前では考えられない、性の問題というものが非常にクローズアップされて、 LGBTQ の問題であったり、男女平等であったりね、性の問題っていうものがオープンになって語られるようになりましたしね。そして、一番大きなことっていうのは、個人が自分の意見を自由に発信できる時代になったっていうことではないでしょうかね。個人がこうやってね、自分のチャンネルを持って、世界に向けて発信するなんてことはありえませんでしたから、こういったこともとても大きな時代のうねりの中に今私たちは生きていますが、過去世においても、そして今世においても、この A を選ばれた方というのは何か大きなね、この時代のうねりを目撃する方であったと思います。こちら過去世、こちら現世で見ております。今のあなたに一番影響を与えている過去世で起こった、学びというのをこちらのカードが示しているんですけれども、こちらね、とっても美しいカードになっております。美しい道ということでね、蓮の花とそしてトンボが描かれているんですけれども、今回ね、私蓮の花がパッと開いたところにこのトンボがね、中から出ていくっていうような感じで見させていただいております。実際はね、自然界でそういうことはないんですけれども、ということから何かね、表面的なことではなくって、こう花が開いた本質を見るということがあなたのこのトンボっていうことなのでね、変容の大きなキーポイントになっているっていうような感じですね。ビューティーウェイっていうことなので、美しいね道、美しいやり方でなければならないということです。だから過去世において、例えばあなたがね、戦いの場に出る戦士であればですね、自国の勝利のために、相手のね国を滅ぼさなければならないっていう、そういったお役目を持っていたと思うんですけれどもね、自分の利益を追求するときにね、他の誰かが悲しむとか苦しむといったね、そういったやり方ではダメですよということを学びとしてね、得られた魂だと思います。そしてそういったねやり方で得た利益であったり勝利というものは、あなたの中にですね、この美しい花を咲かせることはできなかったと思うんですね。やはり心の中で申し訳ないなとかね、そういった自責の念が残ってしまったり、あるいはそれがトラウマになるということもあると思うんですね。凄惨な場面とかを経験することによって、それがトラウマになってね、兵士を辞めた後も一生トラウマとして残って苦しんでいらっしゃることもたくさんいらっしゃるわけなんですね。たとえね、勝利とかね利益を手にしたとしても、その相手から恨まれるっていうこともあると思うんです。そういったことを学ばれた過去世ではなかったかなというふうに思います。そしてこちらね、過去世から持ち越している課題というところなんですけれども、こちらね、カウンセルっていうふうに出ています。評議会とかね、議会とかっていう意味なんですけれども、なんかこの評議会っていうのはね、合議制によって組織を運営していくものであって、その組織を運営するに関する重要なね、事柄とか基本的なルールとか、そういったものを話し合いで決めていくというね、民主制の最たるものだと思うんですけれども、そういった話し合いの場ということをこの課題としてね、今世に持ち越してきている魂ですよね。
こちらのカードね、こちら側現世なんですけれども、現世の問題点としてこの2枚のカードと連動してね、後ほど読んでいきたいと思います。こちらがですね、ソウルギフトということで、過去世でね得意であったこと、そして、今世に強みとしてね今引き継いでいるものなんですけれども、黒ということなので、とても頭がいい、知恵があるということですね。で、頭がいいと言ってもですね、いろんな種類の頭の良さがありまして、勉強がねできるという頭の良さもあればですね、いわゆる生き抜く力がある、切れ者であるというね、地頭がいいというんですか、そういった頭の良さもあります。で、あなたの場合はね、とても思考力がある頭の良さだと思います。大抵鳥はね鳥目って言うんですけれども、暗闇の中でね物事を見て、そして獲物を確実にさっとね、的確に捉えることができるということなので、あなたはね物事の本質を見極める力を持っていらっしゃる方だと思います。で、その暗闇の中でね目が冴えているということはですね、混沌とした状況にね光を差すことができる方、いろんな人がねいろんな意見をして収集がつかないというか、カオスな状態になることって人数が多い中で話し合いしてるとあるんですけれども、そういった中でね皆さんの意見を聞いて、じゃあこういうふうにしようとか、一本のラインを道筋をねつけることができる方だと思うんです。だから方向性を示すことができるということで、今世ではリーダーとしてのとても高い資質を持っていらっしゃると思います。そして、混沌の中で秩序をもたらすということなので、何かトラブルとか揉め事のね仲裁とか解決といったこともお得意だと思います。だからそうですね、クレーム対処とかそういったことも難なくストレスなくできる方ではないかなと思います。あと専門職になれば何でしょう、弁護士さんとかにも向いていらっしゃると思います。こちらね評議会ということ、そして、知恵があるということなので、ルールをね作るとか定めるとか、そういったことも昔、やってらっしゃったと思うので、やはり法律関係がお得意な方多いんじゃないかな。あと物事のルールとか規約とかそういったことを任される方が多いんじゃないでしょうか。だからお子さんの学校保護者会とかそういったところでいつもまとめ役になるとかね、議長になるとか委員長になるとか難なくこなせる方だと思いますね。そして、フクロウというのはとても耳がね優れた動物というふうに言われていますので、実際ね耳が、とても優れた方だと思います。絶対音感を持っているとか、あと音楽関係のエンジニアであったり、あとピアノの調律師とかね、そういったお仕事も向いていらっしゃると思います。あとですね、耳がいいといえばですね、地獄耳っていうこともあると思うんですね。情報通というかね、最先端の情報を仕入れることができる。そして、ご自分のところに情報が集まってくるということは、やはりそれだけコミュニケーションがお上手でね、皆さんからリーダーとして認められているからこそ、あなたのところに情報が集まってくると思うんですよね。情報を扱うということでしたら、インフルエンサーがまさにそうだと思います。ね。そして、このフクロウというものは狙いを定めたものに対してですね、上空から一気にさーっと格好してですねさらっていくっていうような、そういったねかっこいい狩りの仕方だと思うんですけれども、あなたはねやはり手際が非常にいい方だと思うんですよね。とってもかっこいいというかね、なんて言うんでしょう、虎視眈々と狙っているというような、そういう感じではないんですよね。表面的には何を狙っているかなんて誰もわからないというかね、
でその中で確実に自分の得たい情報であったり、自分がゲットしたいものというものを確実に自分のものにするという。でそれがあまりにも手際が良すぎて、もうみんながこう惚れ惚れするというか、あっぱれっていうような感じでね、さすがですっていうような手際の良さなんですね。でその手際の良さというものは、やはりあなたが知恵がある方だからだと思うんです。しっかりと分析してね、いつどのタイミングでというね、道筋がしっかり見えていらっしゃる方だと思うので、こうね、さっとかっこよくね、自分のものにすることができる方だと思いますのでね、そちらご自分の強みだと思って生かしていただきたいなと思います。はい、ではこちらね、今度現世側をね見ていきたいと思います。でこちら側、現世の方でですね、今世で繰り返し起こる学びのテーマということなんですけれども、こちらとこちらあれですよね、カードがすごく似ていると思いますね。こちらね、どちらも人なんですけれども、頭に何かこういう被り物というか飾りがあってね、で人がどっちも同じ方向を向いているんですよね。はい。でやはり関係するカードとしてとてもね、似たような図表になっているんだと思うんですけれども、こちらね、今世で繰り返し起こる学びのテーマがハンターということなので、そうですね、あなたね、何か自分がこれ欲しいなとか、この立場になりたいなとか、あるいはこの人とお付き合いしたいなと思った時、必ず横やりが入るんではないでしょうか。あるいはね、自分が狙っているものに対して必ずライバルが出現するっていうような事象が今世で起こっているのではないかなというふうに思います。ハンターというものはですね、もうこうなりふり構わずに、自分がね、獲物を一頭でも多く得なければ生活が成り立たないということなんですけれども、こちらね、過去世から持ち越すテーマとして真逆のね、評議会という風なカードが出ていますので、過去世ではね、ご自分のやり方として、ハンター的なやり方で突き進んでいらっしゃったと思うんですけれども、何かこう過去世の人生が終わる時にね、なんかそれでは心の中に何か重しが残るというか、後悔とかもっと違ったやり方があるんじゃないかな、美しいやり方というものがあったんではないかなっていうふうにちょっと思っていらっしゃったと思うんですね。ということは、このハンターと真逆のやり方が、現象として現れるということなんです。話し合いというものがとても大きなコントラストで出てきていると思うんですね。ということは、あなたの人生の中でね、自分が何かを得ようとした時に、例えば家族からの反対が入るとかね、いつも何かトラブルが起こって足を引っ張られるとか、横やりが入って物事がこう自分一人の思いでは突き進めないような状況に出くわしていらっしゃるんじゃないかなと思うんですよね。でそういった状況に対して、このハンターの質を持っていらっしゃる方はですね、とてもストレスに思うと思うんです。こう自分が進みたいように、自分の思うままに物事が進んでいかないわけですから、とてもハンターの方ってまっすぐとしたね、ちょっとずつ盲信のようなエナジーを持っていらっしゃると思うんですが、それをね、横やりを入れられるっていうのはね、大きなストレスになると思うんですね。こちらね、評議会というテーマがありつつ、じゃあ実際には、どうしたらいいかというところでですね、いい風が吹いてくるね、タイミングを測りましょうというようなカードが出ておりますけれども、もうちょっとカードをね、引いていきたいと思います。はい、じゃあもう一枚カードを引いていきたいと思います。忍耐力は人生で最も頼りになるパートナーですというカードと、
こちらパースペクティブということで、視点を変えるというカードが出ております。取るに足らないこと、そしてズームアウトしましょうということ、そして接点っていうことなんですね。こちらのカード、思いっきりズームアウトしたカードになっていますけれども、タイミングをね測りましょうということに対して、具体的にね教えてくださいというふうに聞いたんですけれども、どうやらねやはりこちらのカードととても関係しているようですよ。ハンターとしてねご自分の利益を追求するだけではなくって一旦ズームアウトしてみましょうと、このカードのようにね。でズームアウトをするということはですね、やはりハンターの強いまっすぐとしたエナジーで直進していくねエナジーを持っている方にとっては遠回りをしているような、そして他人とコンセンサスを取るとかね、他人の意見を採用するっていうようなことっていうのはご自分にとってもう邪魔だというふうに思われるかもしれませんけれども、忍耐力はね人生で最も頼りになるパートナーですというふうにメッセージカードが出ています。ということはですね、やはりタイミングを測るということは待つということなんですよね。で待つということはですね、どちらかというとね忍耐力っていうのはね何かネガティブなイメージを抱きがちなんですけれども、実はそうではなくってね、そのタイミングを待っている間に視点が生まれることもあるし、なんだったら自分を客観視することによって自分はこれが欲しいと思い込んでいたんだけれども、ズームアウトして遠くからねその自分が欲しいなと思っている人とか物事を見た時に、そこに対するね思いがいや別にそんな欲しくないかもとね思えることもあるわけなんですよね。例えばですね先ほども言いましたけれども、あなたがね何か望んだ時にいつもライバルがいるとかね横やりが入るっていうような現象が起きているんではないでしょうかって申しましたが、中にはですねそういった事象が起こることで本当はさしてその物事が好きでも何でもないのにライバルが出現するとなるとですね、俄然闘志を燃やしてライバルに勝ちたいという思いがね先行しちゃってね、そのものが欲しいというよりもライバルよりも勝りたいというまた別のフェーズでの戦いが起こってしまってね、自分の本来の目的を見失ってしまう方もいらっしゃると思うんです。意地を張ってしまって引くに引けない状態になって、自分にとって取るに足らないものなのに横やりが入ったとか誰かからストップかけられたっていうことにちょっとカチンときてなんて言うんでしょう、勝ち気なね、気象が刺激されてですね引くに引けない状態になってしまうとかね、なんかそういった状況にいつも陥られていらっしゃるんじゃないかなと思うんですね。で結果的に損くじを引いていらっしゃる方が多いんじゃないかな。戦いのすねにやっと自分の目的を達成するんだけれども、ご自分も疲弊してるし、周囲からやっぱり圧力をね生みますからね、このやり方っていうのはねこちらの評議会みんなで合議制で話し合ってやっていきましょうっていうやり方ではないから、ご自分も傷つくし、人からもねやはりあの人ってすごくいつも戦ってるというか闘争心あるっていうかね、中には人によっては怖いというふうに見られている場合もあると思うんですよね。で実際戦って手にした割にはその利益っていうのはちっちゃいものであったりとか、やはり自分が疲れるとか自分が損をするとか自分が傷つく、そういった方が多すぎてですね、なんて言うんでしょう、費用対効果っていうととっても得るものは小さい、そういった感覚にいつも陥っていらっしゃるんではないかなとか、あるいは
苦労してね手に入れようとするんだけれども、いつもなんかこうタイミングが悪かったり横やりが入ったりするから、もう随分と時間が経ってそれをゲットした時にはとっくに気を逃しているというか、こう自分の中での興味もとっくに薄れてしまっているというかね、時間をかけてしんどい思いをしてゲットした割にはこうご自分の中ではもういいみたいな感じになっているとか、なんかそんな感じもしますしね。で面白いことにスマッチが見えているんです。スマッチっていうのはこの鳥の羽をねデコレートしたものなんですけれども、浄化をするとかね、魔法を使う時に使うものなんですけれども、まあだいたい浄化が多いんですけれども、やはりその新しいね風を起こそうとする場合にはですね、一旦浄化しなければならないということなんですね。で何を浄化するかというとこちらなんですよね。諸突猛進をね今までされて、物事に取り組んでいらっしゃった方は、物事にまっすぐに突き進んでいらっしゃるっていうのはとても素晴らしいことなんだけれども、今世においてはね人と話し合って決めるというかね、誰かの意見を採用するとか、みんなにとっていい方法をコミュニケーション、会話、合議によって物事を決めていくという、あなたにとってはとても回りくどいやり方を採用なさってみてくださいっていうことなんですよね。でどうして、それをなさるといいかということなんですけれども、こちらがねその過去世の課題をクリアした場合、将来あなたはどんな風になっているのかというところで、このジャガーのねカードが出ております。ジャガーっていうのはこうアマゾンではね、自然界のトップに君臨するものであってね、そして非常に霊性の高い動物として認識されています。ということはですね、守護者でもある、こちらねジャガーのようなシルエットが見えているんですよね。こちらの問題としてね出ている時はこのジャガーをね追いかける立場であったと思うんです。そしてジャガーなんてやはりね森のトップに君臨する動物ですから、そうそうね簡単に得ることができる動物ではないですよね。どちらかというと狙っても得られないことの方が多いし、何だったら自分の方がね傷つくリスクも非常に高いということなんです。であなたがですね自分の利益をねどんな手を使ってでも追求していくというようなやり方ではなくって、ちょっと広い視点を持って、人とね話し合う、そしてタイミングを待つというような、手法を手に入れられたらですね、そのグループというかそのご自分がね存在していらっしゃる社会の中で守護者として君臨することができるということなんです。追う立場ではなくって、追う立場でも追われる立場でもなく、とてもズームアウトしたこの地球が見えているんですけれども、これが私ジャガーの視点としてね今見させていただいているんですけれども、地球の中で起こっている争い事とか揉め事ってこれほどね距離があるところから見てたらもうなんて言うんでしょう、取るに足らないこと、とっても些細なことで、自分が介入するほどのことでもないな、静かにちょっと見守っていようというような気分になれると思うんです。でそれがね結果として忍耐というような力に育っていくんだと思うんです。物事を引いてこのタイミングを見るというふうに訓練をなさっていらっしゃると、物事トラブルいろんなことが起こったとしてもあなたにとってはそれはとっても小さなことになりますよっていうことなんです。ということは今まではこの地球の中で争って戦って自分の利益っていうものを得ていらっしゃったと思うんですけれども、この世界からもう大きく飛び出してね、なんかいろんな揉め事があって戦って言い合って大変そうですね
ぐらいの、高い視点からその物事を黙って見守ることができるっていうようなね、いわばもうこの渦中にいた人が外側に飛び出ていくわけですから、もう真逆の視点を得ることができると思います。で、見守る力ができるということはですね、ご自分が問題の中心にならなくて済むわけですから、だから物事をねこう静かに見て、そしてあなたはもともとね情報を得る力もあるし、分析する力もあるしね、でそこの視点から皆さんで話し合ってルールを決めるとかね、そういったことが十分にできるだけのスキルというかギフトをも持っていらっしゃるので、ぜひね今世ではご自分が最前線に立ってね戦って何かを得るというようなやり方ではなくって、美しいやり方でやりましょう。悲しむ人とか、苦しむ人がいないやり方っていうものを話し合いを持って決めていきましょうというね、そういうふうにねなさっていけば、あなたはとても大きな転換を変容をね迎えられて、みんなからねリーダーとしてこうドンとそこにいるだけでもうみんなが安心する。そしてあなたのことをね守護神、まるで守護神のような偉大な存在に、なると思いますのでね、ちょっと視点をズームアウトして、そして、高い、視点から物事を見る、話し合いによってお互いが一番いい接点を、落としどころを見つけていく。物事を白黒だけでね割るのではなくて、3番目の道、新たな道を提示するというような、やり方をやっていらっしゃったらいいのではないかなというふうに見させていただきました。はい、ではこれで A さんのリーディングを終わりたいと思います。もしよろしければグッドボタンとチャンネル登録で応援していただけたら嬉しいです。はい、ありがとうございました。はい、では B を選んでくださった方のシャッフルをしていきたいと思います。はい、では B さんのリーディングを始めていきたいと思います。こちらがね、過去と現在をつなぐキーカードとして取っております。で、こちら側が過去世、そしてこちら側が現世というふうに見ていきたいと思います。で、こちらキーカードがね、採取者ということで、こちら鳥の羽を持っていらっしゃいますけれども、何やらこのね、カラスのこの色と全く同じようなね、鳥の羽を携えていらっしゃいます。こちらにもね違う鳥の羽を携えていらっしゃいますけれども、実際何かねコレクター気質のある方なのかもしれませんね。例えば気に入ったものがあると色違いで揃えたくなるとか、あるいは全種類コンプリートしたいっていうようなね、そういったコレクター気質を持っていらっしゃる方だと思います。あるいはね、いろんなチャームがあると思うんですけれども、この鳥の羽のね、チャームがお好きな方かもしれませんね。あるいは季節ごとにお家とか、あるいはテーブルをねこうやってデコレートするのがお得意な方で、季節感をとても大切にしていらっしゃる方、季節のイベントとかね、そういったことをきちんとこなしていらっしゃる方ね。この間子供の日がありましたけれども、そういった時にねちゃんとこうちまきを食べるとかね、
あと勝負湯に入るとか、もう少し先に行けば七夕なんかもありますけれども、そういった季節的な行事をね大事にして、でお家の中で楽しんでいらっしゃる方かもしれませんね。はい。では、こちらなんですけれども、現世のねあなたに、一番影響を与えている過去星というふうに見ております。こちらねドラムということなんですが、ドラムっていうのはね、単なる合図だけではなくってね、音楽なんかでも人々のねこの気分を高揚させる役割がすごくありますよね。だから古代なんかはね、戦争に行く時にドラムを叩いたりラッパを鳴らしたりとか行進していたんですけれども、それはね敵に対して恐怖を与えるという意味ももちろんありますけれども、それ以上に自分の味方の戦士のモチベーションを上げるという意味において、大きな作用をしていたんですね。だから人々のモチベーションとかね、やる気を出させるというようなことがとてもお得意な方だと思います。そしてもちろん古代においてはこのドラムというのは宗教的な儀式でね、よく使われておりました。実際自分自身がその音を聞いてトランス状態に入っていくっていうこともありますし、何かを召喚するというね、意味もあります。それと同時にこの音玉の力を使って浄化するという意味もあります。ですから何かね宗教儀式において、このね音の力を使っていらっしゃった方だと思うんですね。でその音の力というものは人の心にねとても大きな影響を与える。そしてトランスに陥ることができるぐらい深く人を没頭させるというか集中させるというかね、そういった力があるということももちろんご存知です。気分の高揚にドラムを用いていたっていうふうに言いましたけれども、こちらがですね過去世から今世へ流れているこの課題というところにこの水というものが出ています。で水っていうのはやはり浄化の力を表す、質でもありますので、どちらかというと宗教者であったり、あるいはそういったお祭りであったりね、そういった中でドラムの実際に使っていらっしゃった、あるいはそういう環境の中にあって、この音玉が持つ力を存分に経験されてきた魂ではないかなと思いますね。耳がいい方はもうたくさんいらっしゃると思います。今世ではね実際に絶対音感というのを持っていらっしゃるかもしれないし、絶対音感を持っていなかったとしてもとても耳がいい方だと思います。耳がいいという特性をね今世では実際に音楽に活用なさっていらっしゃる方もいるかもしれませんけれども、そうですね今世でもやはり勘がいいというかね、スピリチュアルな側面がとても色濃く残っていらっしゃると思います。はい、では次にねこちら先ほど言いましたけれども過去世から現世にね、持ち越している課題というところで水というものが出ているんですけれども、こちら現世で、どういったね問題がよく頻発しているのかということと、実際どういった対処をしたらいいのかというこの2枚と合わせ読んでいきたいと思うんですけれども、過去世でねこういった宗教的な儀式にとても携わっていらっしゃった方ですので、この浄化をするということにとても長けていらっしゃると思うんですよね。で浄化をするというのはね自分の感情を浄化するというだけじゃなくって、過去世からねもうこの宗教者としてそういったことをずっとやっていらっしゃる方っていうのはもう意識せずとも自分だけではなくて自分の周りの人とかね
空間を無意識で浄化してしまう力を持っていらっしゃる方だと思います。だからきっとね、あなたと一緒にいるとね、とても浄化されてね、気分が良くなるとか、塞ぎ込んでいらっしゃった方があなたにお話しすることでね、なんか気分が晴れたわとかね、言った方がとても多いと思うんですよね。だからよく人からも頼りにされて相談される方だと思うんですけれども、このギャザラーが出てるということはね、今世では宗教者ではないにもかかわらず、そういったね不浄なものをね浄化する能力をうっかり潜在的に持っているがために、霊障とかにね悩まされていらっしゃる方が多いんじゃないかな。例えば自分はね全くさらさらそんなつもりはないのに、もうスポンジ体質のようにあなたといらっしゃるお相手の感情とかね、霊的なものを自分が吸収して浄化してしまうというね。だから相手はあなたといるととっても元気になるし、生き生きして帰っていくと思うんだけれども、自分が意図していない間にそういうことを無意識にやっちゃってるものだから、吸収するだけ吸収してしまってね、自分が浄化する能力を持っているっていうことを知らないから浄化しないでしょ、わざわざ。そうするとそういったものがどんどん溜まっていってね、結果的にご自分が霊障に悩まされるとか、人のね影響を受けやすくて、例えば悩んでいらっしゃる方、落ちていらっしゃる方のそばに行くと自分もねずんと落ちてしまうというような状態になっていらっしゃる。でそういったことにね悩まされて、例えば人混みの多いところとかはすぐに気分が悪くなるとか疲れちゃうからいけないんだっておっしゃる方もいらっしゃると思いますよ。ここね後ほど現世の方で詳しく見ていきたいと思います。はい。では、今世でのねギフトは一体何があるのかということなんですけれども、こちらね子供ということなんですが、子供とねとてもご縁の深い方が多いと思います。実際ね職業的にお子さんと触れ合う方、例えば保育園とか幼稚園の先生、あるいは小学校の先生とかね、学校の先生をしていらっしゃる方もいらっしゃるだろうし、で学校の先生をしていらっしゃらなくっても、例えばお仕事柄幼児クラスを担当することが多いとかね、あるいは働いていらっしゃらなかったとしても、ご近所のお子さんたちがご自分の家にとても集まりやすい、そういった素晴らしい環境を作っていらっしゃる方、お子さんに人気な方が多いと思います。で実際ねご自分も子供らしさをふんだんに残されている方で、だから子供とシンパシーがとても強いんだと思うんですけれども、子供っていうのは何でしょう、自分の好き嫌いっていうものがとても残酷なほどにはっきりしていますよね。嫌なものは嫌だし好きなものは好きってね、だからあなたも好き嫌いがとてもはっきりしていらっしゃる方で、自分の好きなものとかね、人に対してまっすぐ向かっていくことができる方だと思います。で嫌なことに対してはね興味が全く湧かないというかね、全然おみこしが上がらないというか、やる気も起こらないっていうようなとてもはっきりしていらっしゃる方で、子供だからエナジーがねとても純粋無垢で邪気がないから、あなたがもうそれ私苦手だからやりたくないとかおっしゃっても、周りの方はそれをねわがまま言っているというふうに捉えるのではなくって、ご自分の好き嫌いをはっきり明らかにしても嫌われないというね、とても恵まれた資質を持っている方だと思います。でそれと同時に人に甘えるのもとても上手な方でね、なんて言うんでしょう、人の懐に入るのがお上手というか、ご自分はそんなこと意図していらっしゃらないんだけれども、自分のね好きな人に対してまっすぐね向かっていくことができるし、自分の感情をごまかすということを知らない方なので、甘えるということも本当に純粋に
心から邪心なく甘えることができるから、あなたに甘えられてね、異性だけじゃなくて同性の方もできないとか言うとみんながね、なんていうのかな、いいよいいよみたいな感じでできないっていうことを認めてくださるっていうかね、手助けをしてくださるっていうような、とても羨ましいねギフトを持っていらっしゃる方だと思います。はい、音は聞こえないと思うんですけれども、このリーディングを始めてね、急にこう浄化の雨じゃないですけれども、一気にスコールが降りまして、今はね、とっても青空が広がっています。やはりあなたにはこの浄化能力というものがすごくある方なんですよね。はい。ちょっと雨が止んでね、空気が良くなってると思いますので、ちょっと窓をね開けてきますね。お待ちください。はい、今ちょっと窓を開けまして、とってもねすがすがしいいい空気が入ってきております。はい、では続きを見ていきたいと思います。こちら側現世ということでですね、こちらなんですけれども、今世で繰り返し起こることというカードで見ております。で、こちらがそれに対する、対処法ということなんですけれども、そうですね、アースキーパーとアースということで、こちら地球で地球を守っている神様ということなんですけれども、これ見てください、この2枚のカードね。顔が全く同じに見えるんですよね。こちらのカードのこの顔をクローズアップしたというような感じで今私は、見させていただいております。はい、ということで、こちらアースキーパーでしょ。そして、過去世から持ち越している課題が、ウォーターということなので、そうですね、あなたはね、意図せずいつも困った人を助ける役割になっているのではないかなと思うんです。こちらね、水の説明の時にも申し上げましたけれども、いつも人に頼られる立場でいらっしゃると思うんですよね。よく相談をされたりとかね、その相談されるっていうのもね、その相談者の方があなたを一人目に相談するというよりも、いろんな方に相談して、もうどうにもこうにも解決策が見つからないから、最終的にもう最後の砦みたいな感じであなたを頼っていらっしゃるとかね、あるいは何らかの保護活動をやっていらっしゃる方もいると思います。例えば動物だったり地球に関するね、保護活動、お水とかね、森林とか、あるいは海とか、そういったところを少しでも浄化しようということでね、そういった活動をやっていらっしゃる方、あるいはご自分がそういった活動をされていなかったとしても、そういうところに寄付をしていらっしゃったりね、そういったサポートをやっていらっしゃる方もたくさんいらっしゃるんではないかなと思いますね。やはり無視できないというかね、そういった地球環境とか、ご自分やご自分の家族、あるいはペットちゃんの健康とかね、そういったことにとても関心が高くて、ご自分でいろいろと調べてね、例えばオーガニックの食材がいいとかね、そういったこだわりを持っていらっしゃる方、そしてそれをね自分の中だけではなくって人からも教えてほしいというふうに言われてね、啓蒙する活動になっていらっしゃる方が多いんじゃないかなと思います。で、先ほど言いましたけれども、心霊現象でね、何か悩んでいらっしゃる、あるいは人混みの中に行くともうとっても疲れて翌日はダウンしてるんだっておっしゃる方もいらっしゃると思うんだけれども、やはりその質を考えるとね、先ほど言ったみたいにもう最終的にあなたにすがるしかないんですっていうような
状況で周りから頼られて、で、ご自分も戦士とか宗教的なね儀式の祭司者をやっている、要はリーダーのような方だったので、ご自分もね頼られると断れないというかね、アースキーパーということは要は守り人ですから、なんていうのかな、そういう人たちを見捨てることができずにお世話をしてしまうということね。で、親戚であったり家族であったり職場の仲間であったり、いいニュースを持ってきてくれればいいんだけれども、得てしてお困りごとというかね、トラブルの解決を願ってあなたのところにやってくるので、必然的にあなたはそういった方々のお世話係になりやすいんだと思います。だから傷ついた人とか傷ついた動物とかね、そういったものがあなたの周りに集まりやすい方だと思います。いわばご自分が強力な浄化能力を持っていらっしゃるから、必然的にご自分のね周波数でそういった人々を集めてしまっているんですね。で、その集めてしまうというか、それはなぜかというと、やはり昔にやっぱりそういう宗教儀式みたいなものを通じてね、人々を浄化し癒すお仕事をやっていらっしゃったから、だからやっぱりその時の魂の記憶っていうものがしっかり残っていらっしゃって、ご自分では意図しないんだけれども、そういう周波数を出していらっしゃるんですよね、波動をね。だからやっぱり集まってきちゃうっていうことなんですよね。とはいえ人混みが辛いとか影響を受けやすいとか、あるいはもういつもなんか人のお世話ばっかりして、それも意図していないからもう自分の時間が持てなくってね、辛いわって思っていらっしゃる方もたくさんいらっしゃると思うんですよね。で、そういった状況に対してどうしたらいいかというところなんですけれども、こちらアースなんですけれども、今日はですね、私このカードでもこちらのカードの顔をねクローズアップしたような感じで見ていますと言いましたので、今日はそういう感じでリーディングしていきたいと思うんですけれども、何でもかんでもね集まってくるわけなんだけれども、それに対してね、今まではねもう集まってくるものは文句言いながら嫌々でも受け入れていらっしゃったと思うんだけれどもね、よく見てくださいということなんです。現世でも宗教者としてね、そういった人々を救うお仕事、そういった使命を持っていらっしゃるんであれば、その仕事に邁進していただければいいと思います。で、ご自分がそういった人々を意図して浄化したいと思っていらっしゃるんであればね、浄化するということにクローズアップして積極的にご自分を浄化するという方法を探していただく、あるいはそれを意識して積極的にそういったことを取り入れていただく、そういうふうな循環、うまい循環ができるとね、これインフィニティの形なんですけれども、そういった循環がうまく流れていくと、あなたはご自身の中にねそういった人助けをするということが苦ではなくなってきますから、しっかりと循環ができているから、自分も浄化されているから、だからどんどんそれがご自分の中で使命として、今世の使命として受け入れ、そして育てていくということができます。人を浄化する、そして自分を浄化する、そしてそれが、人を超えてね、地球そのものを浄化していく、美しく整えていくという活動にご自分が、向かっていらっしゃりたいと思うのであれば、この浄化の力をねしっかりと意識してこちらに専念していただきたいと思います。で、一方でね、いやいや私は今世では人のことまでね、まだ面倒を見るところまで余裕がないんです。もう何と言っても今もう疲弊しきってね、霊的なねサイキックの力も残っていて、意図せずそういった霊障に悩まされているんだっておっしゃる方はですね、まず何でもかんでもご自分の元に集まってくる、助けてくれって言ってね集まってくる、これは生きているもの、そうじゃないものを含めてね
あなただったら助けてくれると思って集まってきていらっしゃると思うんですけれども、それをね、今まではね、無意識にね、自分で集めている意識がないから溜まっていっていらっしゃったと思うんですけれども、はっきりとそこにフォーカスを当てて取捨選択をしていただきたいと思います。で、あなたはね、この取捨選択がしっかりできる方なんです。で、たとえお友達にね、ちょっと助けてほしいっていうふうに言われても、自分にキャパシティがない時ははっきりとね、ごめん、ちょっと今無理なんだっていうことをおっしゃれる方なんです。そしてそれはね、このギフトとして今世に持ち越しているものなので、あなたがね、ごめんねってちょっと今無理なんだっていうふうに言っても、相手が気を悪くしないというかね、あなたが本当に本心からそう言っていらっしゃるっていうことを相手も理解してくださる、誤解を与えないような言い方ができる方、そして心からそういったね、ごめんねっていうことが言える方だから、もうギフトとして持っていらっしゃるから、取捨選択ができるということ、そしてそれをしてもいいということを自分にね、許可していただきたいと思います。やはり自分のキャパシティの中で救えるものを救う、守りたいものを守る、お世話したいものをお世話するというふうに、ご自分の中でしっかりとね、キャパを設けなければ、どれもがやはり中途半端になってしまって、ご自分自身が苦しむと思うんですよね。思うようにできないという違うね、苦しみをご自分で生み出してしまいますので、しっかりね、ここまでというキャパを持っていらっしゃった方がいいんじゃないかなと思います。特に霊障に悩んでいらっしゃる方はですね、ご自分にとってね、一番ご縁のある神仏、いわゆる、ご先祖様がずっと守って継承していらっしゃった宗教を頼られるのが私は一番いいと思います。というのも、ご自分だけではなくって、先祖代々ね、ずっとそういった祈りの力とかね、願い、子々孫々にまで過去が行き渡るようにずっとね、お守りしてきた、そういった宗教は自分だけではなくって、このご自分の家系を通じて強いコネクトができていますので、そういった神仏にもうご自分もね、守っていただくように手を合わせるというかね、信仰を持っていらっしゃるととてもいいと思うんですよね。で、そういった対処をなさって、ご自分の中で自分が意図しない時にですね、無意識に、生きてる人間もそうですし、亡くなったものとかね、あるいは自然霊でも何でもいいんですけれども、そういったものを自分が救う役割にはならないと、自分が意図してこの人、動植物を救うと決めたものは、自分が責任を持ってお世話させていただきますけれども、それ以外の自分のキャパを超えたところでは、私はまだ力不足なので、私では叶うことができませんのでというふうにラインを持っていらっしゃる。そういったことができたなら、新しいステージに向かうあなたは、一体どんな方になっていらっしゃるかということがこちらのカードです。で、こちらね、クロウということでカラスというふうに出ているんですけれども、そうですね、カラスっていうのはね、とても頭の良い鳥なんですよね。で、日本では神仏のお使いであるカラスのことをヤタガラスというふうに言っていますけれども、神仏の伝令としてね、人を導く、それも正しい方向へ、そして成功する方向へ導くという役割を持っています。ということは、今もね、十分に人の見守り役であったりお世話係をやっていらっしゃると思うんですけれども、新しいね、
フェーズへ、行かれた場合は、リーダーとしてね、とても賢い知恵を持っていて、実際にお仕事になる方もいらっしゃると思います。何か昇進してアドバイザー役になるとか、スーパーバイザーになるとか、そういった人にアドバイスをするということを専門職に、なさる方もいらっしゃると思います。あるいは自分が所属しているグループとか、地域のコミュニティ、あるいは、お子さんのね保護者会、そういったところでアドバイザー役として、リーダーとして活躍なさる方もいらっしゃると思います。いずれにしてもね、この人々を正しい方向へ導く、そういったことができる方として認識されるということです。こちらね、今と次のフェーズに向かったあなた、やってることは一緒なんだけれども、何が違うかというとね、こちらはね、意図せずあなたの元に集まってきたものを、どちらかというと受動的なんですよね。お世話の仕方とか見守り役とかアドバイザーの役割が誰かからお願いされて、意見を求められて、そうやってやっているという感じなんですけれども、今世での課題をクリアしたあなたが向かう方向は、そういった職業に就くこともできますし、自分の中で責任感もね、しっかり出てきますし、カラスですからとても高いところから全体を見ながらそのアドバイスをできるということなんですね。あなたはもういろんな経験をしていらっしゃるんです。意図せず人のねエナジーを吸収してスポンジ体質のようになってね、自分はヘトヘトになりながら周りを浄化してしまったりとかね。で霊障も経験されていらっしゃる方もいらっしゃると思う。で、人にね頼られてその方を救ってあげたにもかかわらず、相手にあんまり感謝されないということもあると思います。で、どうしてそういうことが起こるかというとね、あなたがそれを専門としていた、それを職業としていた宗教者のエナジーを出してしまっているから、相手からすると救ってもらって当たり前っていうかね、あなたのところに行けばね救ってもらえるってやっぱりエナジーで感じ取っているんですよね。だからなんかさしてあまりあなたに対する感謝とかがないというかね、もう次から次へと困ったことがあったらどんどん感謝するどころかまだ持ち込んでくるというような形になっていると思います。で、そういうね人のねエゴの部分を見てとても幻滅してがっかりしていらっしゃる方もいる。やっぱりねそういったね人間の裏側もしっかり見て経験していらっしゃるっていうことなんです。今は本当になんでこんな辛い思いをしないといけないのとか、助けてあげてもねさして感謝もされないしっていうことで、自分はそんな役割をいつもしているっていうふうに思っていらっしゃるかもしれないけれども、そうじゃないんです。今ね今まではそれはあなたのこの新しいね姿、リーダーとしていろんな人間のね裏側を知っておく必要があったということなんです。霊障も含めて自分が経験しないとわからないことってやっぱりたくさんありますでしょ。で、そういったことをねやはりリーダーは一つでも多く知っておく必要があるんですよね。世の中にはいろんな現象がある、いろんな人がいて、口で言ってること、顔でねにっこりしていることとは裏腹の心を持っている人間もいるっていうことをやはりリーダーであれば知っておかなければならない。で、その学びの期間であったということなんですね。先ほど言いましたけれどもね、この循環がうまくできればキャパがどんどん広がっていきます。で、キャパシティがね最初はちっちゃかってもそれがどんどん大きくなるということはご自分の視点はね高くならないと全体を見ることができませんよね。だからあなたは高い視点から物事全体を見ることができるというね素晴らしいリーダーになれるということなんですね。ですから今まではちょっとね不本意にいつもそんな役割ばっかりしているというふうに思っていらっしゃったかもしれないけれどもね、大丈夫ですよ。はい。では最後に、こちらからねメッセージを取ってみたいと思います。
姿勢を正せば気が整い、気を整えばおのずと心も落ち着きますという、とても何か宗教的なメッセージが出ていると思います。はい、やはりね、あなたご自身がやはり宗教者としてのね、何かスピリチュアルな能力を持っていらっしゃった、そういった過去があるのでね、ご自分でご自分をエナジーを整える、そういった手段をすでに持っていらっしゃる方が多いと思いますね。その手段はね、何でもいいんですよ。でも気を整えるというね、エナジーを整えるということを常に意識していらっしゃるとね、何でもかんでもね集めるということではなくって、ご自分の中で心が落ち着いて取捨選択がしやすくなりますので、ぜひ気を整えるということ、そして姿勢をね整えるということを一つの手段として用いてくださったらいいのではないかなと思います。はい、では B さんのリーディング、これで終わりたいと思います。もしよろしければグッドボタンとチャンネル登録で応援していただけたら嬉しいです。はい、ありがとうございました。はい、では C の方のシャッフルしていきたいと思います。はい、では C さんのリーディングを始めていきたいと思います。はい、まずこちらね、過去世と現世をつなぐキーカードとして出しております。そのカードがですね、預言者、占い師っていうことなんですけれども、過去世でそういったことをやられていたのかもしれませんね。こちらね、魔法使いっていうねカードも出ていますから、で現世においてもね、もしかしたら占いの仕事に携わっていらっしゃる方、あるいはこういったねリーディングがお得意な方、お好きな方がとても多くいらっしゃると思います。そして、直感力とかスピリチュアルな能力を持ったまま転生されている方も多いと思いますね。そこら辺ちょっと詳しく見ていきたいと思います。はい、ではまずね、こちら側が過去世、そしてこちら側が現世のカードで見ております。では、過去世の方でね、こちらのカードがですね、現世のあなたに一番影響を与えている過去世の出来事ということで見ております。でこちらね、ちょっと曇った鏡ということなんですけれども、これはどう見ても大仏様のように見えますが、そうですね、この仏像と曇った鏡ということで、鏡というのは宗教儀式でね、よく用いられていましたし、あるいはそれこそ陰陽師とか、あと神道とか、あるいはそういった占いをする時にね、鏡を昔は用いていたんですけれども、やはりその研磨の技術というのがね、今ほど優れていませんから、もうピッカピカの鏡というよりもちょっと曇った鏡であったと思うんですね。趣味の占いというのではなくって、宗教的な儀式の中で祈りを捧げたり、あるいは将来的な展望を見るというかね、占い戦術をなさっていらっしゃったと思います。でそれもね、アジア地域、中国とか日本とか、この仏教がね栄えていた国の中で、仏教の要素、例えばそうですね、密教とかそういう中でももちろん占いのジャンルってありますから、そういった中でね、個人の占いをするというよりもね、国の
の存続とかね、国がこれからどうなるか、例えば疫病が流行るとかね、天候はどうだとか、そういうことってやっぱり農作物にダイレクトに影響しますので、昔はね陰陽師たちが占っていたわけですよね。何かそういったね国に関わる戦術をなさっていらっしゃった魂じゃないかなと思います。でこちらがね過去世から現世へ持ち越している課題ということで、見返りを求めない無償のギフトということなんで、心からそれをあなたにどうぞという感じで与えるというようなことが、過去世そして現世においてのテーマになっているということです。こちらはね実際に現世でどういった事象として現れるか、そしてその対処法ということで、こちらの2枚のカードを見るときにね、こちらを見ていきたいと思います。で、こちらがですね、過去世から持ってきているギフトということで、あなたはね、過去世の能力としてどういったものを今世に持ち越してきているか、今ね、ギフトとして与えられているかっていうことなんですけれども、こちらもね、魔法使いというね、魔術師というカードが出ておりますから、どっぷりとこの3枚がね、なんていう占い師というか預言者とかね、そういうカードが出ておりますので、過去世の中でもね、1回だけではなくって、それこそ何回転生してもそういった呪術師というか占い師というか、そういったことをされていた魂だと思います。陰陽師とかそういった方々であったこともあるだろうし、ネイティブなね国とかができる以前から吉行占いじゃないですけれどもシャーマンとしてやっていただろうし、あるいはヨーロッパにおいてはね、薬草とかそういった知識に長けていて、自分でねお薬を作ったりっていう人たちは後に魔女狩りといってね、魔女として裁判にかけられたっていうね、暗黒の時代もヨーロッパではありました。女性でねスピリチュアルな能力を過去世から受け継いで持っていらっしゃる方はね、大半ヨーロッパにおいてこの魔女狩りの経験をねなさっていらっしゃる魂が多くてですね、今世で薬のね、薬って言ってもハーブですよ、ハーブとか使ってお化粧水を作ったりとかクリーム軟膏を作ったり、あるいはお茶とかね、そういったことを使ってね健康を維持するっていうことを知っていらっしゃるし、自分もやっているんだけれども人に伝えるということにとても抵抗があるという方がいらっしゃいます。でそういう方々は過去世においてね魔女狩りにあった経験がある魂、それを人に言うとね、魔女狩りっていうのは人に知られてあれは魔女だっていうふうに言われて処刑されたわけですから、だから人にこういったことを自分の知識をね言うとか、自分がスピリチュアルな直感力とか能力を持っているということを人に言うと自分の命が危ないという、そういった記憶もあってですね、そういったことを認められないという、ご自身が持っている能力なんだけれどもそれすらも認められないというね方もいらっしゃると思います。だけれどもやっぱり知識というものはしっかり魂の記憶として持っていらっしゃって、このハーブとこのハーブを使えばいいとかね、こうすれば例えばお化粧水を作ることができるとか、ハーブチンキを作るとかね、何かそういったことが難なくできるというかね、いろいろ知っていらっしゃる。だから特殊なスピリチュアルな能力と感じずにですね、例えばお味噌を作ったりお醤油をねご自分で作ったりとか、そういった手仕事を健康のためにねやっていらっしゃる方もいると思うんですけれども、そういった知識とか興味とかっていうのは過去世からのギフトとして今のあなたに受け継がれているということです。それと同時にですね、この魔法使いというのはどちらかというと黒魔術の方なんですけれどもね、シャーマンの時代もあったからそうなんでしょうけれども、
どちらかというとこちらの時代とちょっとこう対比されてね、こちらは国のために国家安寧のために祈っていたとかね、そういう感じなのに対して、こちらギフトとして色濃くあなたの中に残っているのはこのシャーマン時代の能力の方が強いと思います。だから対個人に対してとても影響力のあるこういったスピリチュアルな能力を持っていらっしゃる。なんていうのかな、人にね相談された時にでもね、人の心の闇の部分というかね、そういったダークな部分をいち早く見つけるのがお上手でね、その人がどういうふうに心の中で思っているのかっていうね、怒りとかね、妬みとか恨みとか、そういったものを根強く持っているということに敏感に反応される方だと思います。だからもしかすると相談者ご自身さえも気づいていない子供の頃のね、怒りであったり恨みであったり、そういったことがずっとご本人が蓋をしてね見ないようにしているから、ご本人すらもまだ消化されずに残っているということに気づかずに悩みとして持っていらっしゃることに対して敏感にねそれを察知されて、その蓋をねガバッと開けちゃうっていうようなことができる方だと思います。言ったら人のね見たくない部分、見ないように蓋をしている部分に、とても敏感にフォーカスがいってしまって、物事の問題点の根幹はここだなっていうね、その本質をねズバリと見抜いてしまうという、そういった能力をお持ちだと思います。だけれどもね、ちょっとこれね気をつけなければならないのはね、あなたはねやっぱり過去世でずっとこういうスピリチュアルなお仕事をずっとやっていらっしゃっているから、なんていうのかな、そのパワーが尋常じゃないんですよ。だからね、ご自分では何気なくね言ったことでもね、相手にとっては本質をえぐるようなことを無意識ながらにね本質をついて言ってしまっていることがあると思いますので、本質をね見抜く力っていうのは素晴らしいんだけれども、それを相手にお伝えするときはね、あまりにも鋭い剣でつくのではなくってね、ご自分はそんなつもりないと思うんだけど、いかんせんあなたはパワーがある方だから、何気に言った言葉もずーんととっても響く、重いメッセージをね投げかけますので、ちょっとこうなんていうのかな、厳しいことを言わなければならない時っていうのは、自分でもねこんなにオブラートに包んじゃったらね何言ってるか分かんないんじゃないのって思うぐらいオブラートに包んでお相手に言ってあげていただきたいと思います。こちらね見返りを求めずに与えるギフトじゃないですけれども、無償でねあなたの支えになってその問題を解決できるまでね私も手伝うからみたいな感じでお話になられるとね、とても相手の方も喜ばれると思いますし、何よりもあなたご自身が今世のテーマとしてこの無償のギフトというね、それを人に与えるということをテーマとしていらっしゃるので、ご自分のね使命も達成できますのでね、ぜひそのようにしていただきたいなと思います。はい、では、今世の方をちょっと見ていきましょう。こちらがですね、今世で繰り返し起こる、あなたに気づいてくれということで起こりがちな問題点ということ、それが太陽というふうに出ています。でそれの対処法がねこちらね、愛されし者という風に出ているんだけれども、ちょっとねこちら私この1枚だけではよくわからないので、ちょっとこちらのカードからねメッセージを取っていきたいと思います。他人の美点を気持ちよく褒めることができますかというカードが出ました。こちら太陽でしょ。こちらのね太陽をね、このカードちょっと見ていただきたいんですけれども、どう見ても女神様の様相なんだけれども、なかなかちょっと険しい顔をしていますね。何かそうですね、私にはこうなんか戦っている最中のような感じにも受けるんですけれども、なんていうのかな、太陽って男性性と女性性で言うとね、男性性のエナジーですよね。で今あなたがこちら女性の姿をしてるんだけれども男性のエナジーをまとっているね、そういう風に今見させていただいております。そうですね、今世でね
いつも誰かと競わなければならないような状況に置かれる方が多いのではないかな。例えば自分が何かをやってると必ずライバル視をしてくる人間がいるとかね、自分はそんなつもりないのに相手が自分のことをライバルとして見てくるとか、周りがあの2人はライバルなんだねみたいな感じで見るから、なんていうのかな、意識せざるを得ないというかね、そして君期待してるよみたいな感じで言われると、やっぱりその期待に応えたいというご自分のね、気持ちもあるだろうし、なんといってもあなたはですね、今世に向けてこの無償のギフトというね、見返りを求めずに相手に捧げるというか与えるということを一つのテーマとしてやってきていますので、何かお願いねとか期待してるよとか頼んだよって言われたことに対しては本当にね、ご自分の能力を 100% 出して、いらっしゃる方だと思うんですね。だからこのね、私のリーディングを見てくださっている方はほとんどが女性の方なので、あえてあなたが女性だというふうに仮定してお話しさせていただきますと、女性なんだけれども、例えば男社会の中でね、それこそ出世レースに飲まれて頑張っていらっしゃる方とかね、あるいは女性なんだけれども子供の時から勝ち気でね、絶対負けたくないって、人に負けるのがすごい嫌なんだっていうことで、その人に負けたくないというのはやっぱり自分のベストを尽くしたいという思いがあるからですね。誰かに勝ちたいというよりも自分がベストを尽くしてるんだから、自分が一番になって当然だというふうな意識も持っていらっしゃると思う。でやはりお仕事とか外の社会で生きているとね、やっぱり人間ってどうしても優劣順番とかね、そういうものをつけられますから、その中で勝ち負けとかね、そういうことを全く意識せずに生きてきましたっていう方ってほとんどいないと思うんですよね。学校でもやっぱり1番2番って序列がありますし、だからそういった中で序列があることで闘志を燃やしてね頑張られる方だと思うんです。でもそういった中でね、自分が意図して頑張っているところ、例えば職場であったりね、スポーツであったり、そういった中ではこの闘志をねむき出しにして頑張るというのはとてもいいんですけれども、恋愛に関してはとても苦手なんじゃないかなと思いました。こちら愛されしものということなんですけれども、というのはね、日常生活の中でこの男性性のパワーを発揮して生活をしている時間があまりにも長いから、自分がこの反対にね、男性性って自分から積極的にアクションをかけるエナジーでしょ。だから誰かに何かをしてあげるとか自らアクションを起こすということはとてもお上手なんだけれども、受け取り下手の方ではないかなと思うんですよね。何かをしてもらうというね、自分が与えることを使命にしていらっしゃるから、人に与えることは得意なんだけれども、人から何かをしてもらうとかね、与えてもらう側、自分が受け取る側になった時、途端ねその練習をしていないからどうやって受け取っていいかわからないというね、そういった方が多いんではないかなと思いました。きっとね、受け取ることが苦手だということは待つことも苦手だと思うんですよね。やっぱり次々と仕事とかね、自分のやりたいことをやらなければならないことをどんどんと男性性のエナジーを発揮して叶えていかれる方だから、それはとっても素晴らしいんだけれども、やはりあなたがね女性である以上は女性性のパワーもバランスよく発揮しないとね、女性であるということに対してアンバランスであるとやっぱり不具合が生じているということなんです。今ねこのカードね、こちら太陽ということなので、本来ならばこちらを太陽として見るんでしょうけれども、今日の私はですね、このあなた自身が太陽であって、こちらはね月のように見えているんですね。だから女性であるということはこの月のねエナジー、女性性の象徴なんですけれども、それもご自分の中にもともと持っているものだから、こちらもねいい塩梅でバランスよくご自分の中でスイッチングされないといけないんだけれども、ちょっ
とこの男性性のパワーを発揮しすぎたがゆえに、この月がねとっても遠くに見えてるんですよね。だから月とかね、女性性のエナジーっていうのはこう受け取るとかね、育むとかね、受容するというエナジーなので、あなたはやはりちょっと今世ではね、こちら側の受け取るとかね、そういったことが苦手というふうに、問題が起きていらっしゃるのではないかなと思いました。で、特にねやっぱりこの恋愛に対してちょっと苦手意識を持っていらっしゃるというか、自分からねアクションを起こして進んでいかれる方なので、きっと恋愛でね、自分がなんて言うんでしょう、自分からアプローチしてね、受動的な男性とお付き合いするっていうのでよしとするならば、それはそれであなたが男性性の役割をして、お相手がこの優しいね女性性の多い男性と結ばれて、それでよしとしていらっしゃるならばいいんだけれども、やはり普段お仕事とかでねこの男性性のパワーを発揮されている方って、やっぱりそれは仕事モードでやっていらっしゃるから、本当のこのプライベートではこの月の部分をプライベートだからこそ満たしたいと願っていらっしゃる方が結構多いんですよね。で、そうなった時にプライベートでは自分は女でありたい、で受容する側でありたいと願っている、魂のレベルで願っているわけなんですよね。自分がこう意識しているしていないは別としてね。で、そうなった時にプライベートのあなたは男性性にどういったものを求めているかというと、あなたの男性バージョンなんです。あなたがお外でねバリバリとやっていらっしゃる、そのような積極的でね情熱的でとことんまでやるというようなね、とても強い男性性エナジーを持った方と結ばれるということをあなたの潜在意識は望んでいる、そうすることによってバランスが取れるからですね。あなたがあなたより強い方でないとあなたの女性性を満たすことはできないし、あなた自身も自分が女であるということを認識しがたいですよね。だけれどもやはり外側でこういった男性エナジーを過分に発揮していらっしゃるとね、言ったら自分ではそのつもりないんだけれども、どうしてもこう男性性のエナジーの強い肌を身にまとっていらっしゃる。それを仕事終わったからじゃあ今からこの女性のエナジーにスイッチングしますって言ってパンと切り替えられる方だったらいいんだけれども、あなたの場合はそうではないから、例えばこう出会いの場であったとしてもいつものこのモードのままでお出かけになっていらっしゃると思うんですよね。そうするとこのエナジーに寄ってくる男性っていうのはやっぱりこの柔らかいね女性性のエナジーの強い方しかデコとボコでうまくいかないから、そういった方ばっかり寄ってくると思うんです。だから自分が求めていらっしゃる方と全然違う方からいつもアプローチされるというかね、自分が好きな方には、自分がいいなと思う方には振り向いてもらえないんだけれども、自分にとってこうどうでもいいというかモテる方だと思うんですよ、とっても。だけれども自分のタイプではない方ばっかりにモテるっていうのはご自分の中のこのアンバランスさがそういうふうにさせているということなんですよね。得てして自分と似たような方というか、自分の魂が心から求めていらっしゃる強い方、男性としてね自分を守ってくれるというかね、最後までやりきるというようなエナジーを持っていらっしゃる方とは親友になるというかね、とっても息が合うんだけれども、息が合うがゆえに自分がこう女性側にこうスイッチングできないというかね、いつものこのものでいらっしゃるから突然女になるっていうことが恥ずかしくてできないというかね、そんな感じではないかなと思います。だからあなたの場合はとりわけお仕事とかではとってもうまくいっていらっしゃるんだけれども、恋愛に関してトラブルが出がちというかね、いつもこう自分の理想通りではない方からアプローチされる、あるいは最初はいいなと思っていたんだけれども、だんだんこの人って頼りないなと思って相手に対して愛情を持てないとかね、そんな感じに現象として出ているのではないかと思います。
で実際ねどうすればいいのかっていうのが、これがこちら対処法なんですけれども、あなたご自身が愛される側になるということです。それはすなわちあなたが自分が女であるということ、そして自分が受け取る側であるね。相手が差し出してくれるものをじっと待って、それをありがとうと言って受け取る、ただ受け取るだけでいいんだということを、ちょっとこれからね訓練なさらないといけないかもしれません。相手から何かを差し出された時に、いやいやいいです、私がやってあげますよって、あなたはねもうやっぱり使命として無償のギフトを与えるというね使命を持っていらっしゃるから、ついついね自分が与える側になってしまいがちなんだけれども、それは今世での使命としてお仕事とかでやっていらっしゃったらいいと思うんだけれども、ご自分のね中のバランスとして、これは男性も女性もそうなんですが、みんなね男性性と女性性っていうものをみんな持っていて、そのバランスが良くないとやっぱり生きづらいわけなんですよね。だからあなたの場合はちょっと男性性エナジーが強いので、この女性性のエナジーを自分で育むということに、ちょっと専念なさってはいいのではないかなと思います。実際この女性性のエナジーをじゃあどのようにして高めていけばいいのかっていうとね、相手のね素晴らしいところをどんどん口に出して相手を褒めていってあげてください。外国人なんかそうなんですけど、今日のあなたのねシャツすごい似合ってるわとかね、あなたのリップその色とっても似合って素敵よとか、気軽にすれ違いざまにね素敵ねとかって言ってみんなこうすれ違っていくんですけれども、それぐらいの軽い感じでもう周りの人をどんどん褒めていってあげてください。でね、どうしてそうすることがねあなたの女性性をね発掘していくことになるかというと、女性性っていうのは育むっていう、愛を育むっていうことですから、そうやってね人のねいいところを見て相手をね褒めてあげることによって気を悪くする人なんていませんよね。でなんかやっぱりこう自分のことをそうやって見てくれてるんだと思うとすごい嬉しくなります。でねやっぱり見て何かそういった相手の変化に気づくっていうのも、この五感に優れた女性性が発揮されているっていう状態なんです。男性の中にはね奥様がロングからミディアムぐらいに髪の毛切っていても全然言われるまで気づかないっていうぐらい鈍感な方いらっしゃいますでしょ。それって男性性のこうなんていうのかな象徴というか、自分の意識の向いていないところにはエナジーを発揮できないというね、ところだと思うんですけれども、女性性っていうのはね全体を見てね、そして相手のね変わったなとか、なんかこう直感でねなんかいつもと雰囲気が違うなとか、匂いが違うなとかね、そういうの女性性ならではの気づきだと思うんです。でそういうところをね発揮してね相手を褒めてあげると、いつもはねとってもねお仕事もできてねバリバリと成果を出していらっしゃって、リーダーとしてとても信頼されている方だと思うんですけれども、やはり集中しているとねちょっとこうね険しい顔になっていらっしゃる時もあると思うんですよね。で男性性エナジーが高まってくると無駄をとても嫌いますので、無駄口を叩くとかね、こうなんていうの意味のない会話をするとか、なんかそういうことを避けがちになってくるんですよ。だけれどもそういう風に極めていらっしゃると、やっぱりねちょっとこう男性だったらいいのかもしれないけれどもね、女性だったらやっぱりちょっと怖い印象、近寄りがたい印象を与えてしまう。そうするとやっぱりあなたのね本来の女性性っていうものがどんどんこう自分から遠のいていってしまって、素敵な出会いっていうのも自ら遠ざけていってしまうことになるしね、自分の理想の相手となかなか出会えなくなってしまうからね、ぜひあなたの中にこの女性性のエナジーをねどんどんと育てていっていただきたいと思うんです。で男性性のエナジーを発揮しながら女性性のエナジーを持って仕事したって全然問題ないでしょ。やることはやるんだけれども、雰囲気はとっても女性らしくって強くって、でも可愛いっていう人がいたっていいじゃないですかね。
アニメのヒロインとかって大体そんな感じだと思うんですよね。見た目はとっても可愛らしいのにとっても強いみたいなね、ヒロインにあなたご自身はとても近い方だと思うんですよね。で何よりもね、あなたご自身は特にこの五感にとっても優れた方なんですよね。というのも長年こういった過去世でスピリチュアルなことをやっていらっしゃるから、なんていうのか、直感力もあるし、シンクロも起こりやすいだろうし、ちょっと先のきっとこんな風になるんだろうなって思うことも分かる方だし、何よりもそのダークな部分に特に敏感に察知される方だから、相手がね嘘を言ってるとかね、ごまかしたということがね分かる方だと思うんだけれども、そこをねこうグッとね責めるのではなくって、そんなこともあるよねっていうようなそれさえも包み込むようなおおらかなね女性性を育んでいっていただきたいと思うんです。で、ご自分の中のね男性性と女性性のバランスが整ってきますと、こう一段階上のレベルというかフェーズに向かっていかれると思うんですけれども、そうなった場合のあなたというのはどういった姿になっているかということが、こちらなんですね。光の戦士というふうに出ています。こちら男性性を表す太陽がこの2つであって、こちらは女性性を表す月というふうに見ているんですけれども、男性性と女性性のバランスが整ってきましたらね、あなたがスピリチュアル能力、直感能力とか、あるいは思考をね働かせるときに、この男性性のエナジーを使いたいと思えば使えるし、女性性のエナジーを使いたいと思えば使えるというふうに容易にスイッチングができるようになるんだと思うんですよね。でお仕事の時では男性性のエナジーを発揮すればいいし、でプライベートの時間ではこのね女性性のエナジーを発揮すれば、ご自分の中でも外ではねバリバリとお仕事頑張っていらっしゃって、プライベートの時間では人に甘えたりね、パートナーに甘えたりとか、ゆったりとした時間を過ごすことができる。でそうすることによってご自分の中で男性性と女性性のバランスがいいというのは、バランスが取れている、統合している状態なのでね、過去世からの持ち越している素晴らしいエナジーもこの現世の中でうまく循環してね使えるようになると思うんです。今は何か人が嘘を言っているなとかごまかしているなっていうような時だけね、ピキピキピキッと反応してね、今嘘言ったな、ごまかしたなって、絶対騙してる私のことをみたいな感じでピピピッとね反応していらっしゃると思うんだけれども、あなたが過去世から持っていらっしゃるものってそれだけじゃなくって、やっぱり先見の明であったりね、ちょっと先のことを予知するといったそういった素晴らしい能力を持っていらっしゃるので、過去世と現世をねうまく循環させる一つのキーワードが、ご自分の中の男性性と女性性のバランスを整えるということだと思います。そしてこちらねこちらも戦士なんだけれども、こちらもちょっと戦っているような感じがしますっていうふうに言いました。今のあなたはこちら側なんですけれども、男性性と女性性を統合した先にはね、光の戦士になりますよというふうに言われています。でこの光の戦士というのは天使というかね、同じ戦士なんだけれども、相手を傷つけるため、相手を攻撃するための戦士ではなくって、誰かを守るための戦士であるわけなんですよね。だから誰かを倒すとか、誰かを攻撃するとかね、誰かの弱点を突くといった戦い方ではなくって、暗闇を裂くというかね、誰かのその心の迷いであったりとかね、そういったものを裂くというような役割であると思いますね。ということはですね、ご自分がですねいろいろな過去世からスピリチュアル能力を持った上で、今これから男性性と女性性のバランスをねバランスよくさせていく、女性性を高めていくという中で、ご自分が閉ざしていった部分を
これから見ていくことになると思います。それはどこかでなんていうのかな、自分が積極的に動かなければならないとか、自分がアクションを起こさなければならないとかね、なんていうのかな、人のために何かをするためには自己犠牲をしなければならないとか、何かそういったことをどこかの段階で自分で課してしまったことがあると思うんです。でそういったことを女性性を発揮していくときにね、ブロックのようになっていて、そこを見なければならない、自分の闇の部分を見つめなければならないと思うんですね。でそういった時間を過ごすことで、やはりみんなが男性性と女性性を持っている中で、そういったアンバランスを持っているんだということを自分の経験を通して知ることができますね。男性であってもね、男性性のエナジーが少なくって女性性のエナジーばっかり高い方っていうのは、自分が行動を起こすんじゃなくてしてもらうことばっかりを待っている、自分では動かないっていう方いらっしゃいますよね。それまではどうしてこの人動かないんだろう、自分でやらないんだろうっていうふうにね思っていたかもしれないんだけれども、そういった場合はこの人は男性性のエナジーがまだ育っていらっしゃらない方なんだな、男なんだけれどご自分の男性性が弱い方なんだなっていうふうに理解することができるね。でそうするとね、いろんな人のね闇の部分というか、その人が抱えている問題に目を向けることができると思うんですよね。今までのご自分だったらね、本当に辛い思いをして、なんていうんですか、歯を食いしばって、それまでは何としてでも頑張るっていう風な、本当にブルドーザーのように前に前進していくっていうねやり方でやっていらっしゃったと思う。でそんな時ってね、努力をしない人とかね、ちょっとぬるい人っていうのが許せなかったと思うんですよね。だけれどもご自分の女性性を育てていくプロセスの中で、あれは怠けているわけではなくて、男性性のエナジーがまだ育っていない方なんだなっていうふうに理解することができると、その人に対してこういったね怖いね顔を見せなくて済むというその理解ができたらね、気にならなくなると思うんですよ、その人のことがね。でそうなると、あなたは戦士なんだけれども、誰かと戦う戦士ではなくって、自分のその光の矛先がね、自分の闇に向かうことによって、もう自分自身がどんどん内側から明るくなっていく。だから自分の闇の部分を光を当てて、そういうことなのかっていうふうに理解すればですね、闇の部分が少しずつなくなっていきますよね。そうするとね、あなたご自身がもうこの女性のように闇の部分が少なくなればなるほど、もう発光していく、ご自身が内側からとても清いね、柔らかい、とてもなんかふんわりして温かい、もうこのね羽も生えてますし、柔らかいエナジーを発光するようにやると思うんです。でやはり太陽のエナジーって、太陽も素晴らしいですけれども、時にはちょっとねギラギラして暑すぎて大やけどしますぐらいね、ギラギラしている場合だってありますよね。でそうではなくて、このような無償の愛というかね、見返りを求めずにはいどうぞって与えてあげれるような、こんなふんわりとしたとっても明るくって、でこのようにあなたがねはいどうぞっていう風に人に与えるということは、あなたも人からね、自分がやったことは自分に返ってきますから、人からはいどうぞって言って愛をあなたも相手から巡り巡って与えられるようになります。で今度はね、女性性が育っているから、それをただねありがとうって言って受け取るだけでいいからね。でそうするとね、素晴らしいインフィニティ循環が無限に巡ってくることができますのでね、今世で何か問題が起こっていらっしゃったら、ご自分の女性性を育むということを意識してやってみてください。であなたはね、もうギフトとしてもう過去世から散々このスピリチュアルな能力を持っていらっしゃるから、直感力とかね、そういったことは十分に持っていらっしゃる方です。でそういった方をね、必要な方にお届けしてあげるというのも女性性の役割ですので、ぜひそのようにやってみていらしてくださいね。
はい、ではリーディングこれで終わりたいと思います。最後までご覧くださりありがとうございます。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いいたします。